XTU Max Pro というカメラがですね、フィルター使って撮影しているんですよね。そのレンズの役割と、レンズを使いますとどのように撮れるのかと、UV フィルター、ND フィルター、PL フィルターという使われることの多いフィルターの方のお話の方をしてまいりましたけれども、はい、皆様こんにちは。本日は GoPro Hero 6 Black を使いましてモトブログの方を行っていきたいと思います。ですね、現在ですね、定山渓方面から札幌方面に向かって走っているんですけれども、まだ定山渓にはついていないでしょうかね。中山峠からですね、定山渓に向かっているんですよね。で、札幌に向かってといいますか、帰るところなんですけれども、紅葉の方はどうなっているのかなということで、ちょっとですね、見に来たりもしたんですけれども、紅葉はですね、まだちょっと早いかなという気がしますね。今回のお話なんですけれども、今回はですね、ちょっとフィルターの件でお話ししてみようかなというふうに思っているんですよね。で、現在こちらGoPro Hero 6の方にフィルターをつけて撮影などはしていないんですけれども、手持ちのカメラといたしましては XTU Max Pro というカメラがですね、フィルター使って撮影しているんですよね。といいますか、フィルターを、つけれるようにしたといいますか、そのようにしざるを得なかったといいますか、なかなかですねちょっと話したら長くなってしまいますので、かいつまんで話をするとですね、簡単に言うと、GoPro にもありますけれども、レンズの保護フィルターがですね、割れてしまったんですよね。で、GoPro なんかは替えのレンズなんかが売っておりますけれどもそういったようなですね、XTU ですとか、比較的安価な中華アクションカメラを扱っているメーカーでは、そういうようなものは出しておりませんので、レンズをむき出しになっている機種もありますけれども、もともとが保護カバーついておりましたから、ちょっと保護カバーつけたいなと。じゃあどうしようかなということで、E4K というですね、カメラあるんですけれども、そちらのカメラ用に出されているフィルターアダプターセットといいますかなんかそのようなものがですねAmazon で売っていたんですよね。で、それを購入いたしまして、XTU Max Pro の方にですね、ちょっと加工して取り付けたんですね。で、そうすることによってフィルターレンズつけれるようになりましたから、で普段はですね UV フィルターレンズをつけているんですけれども、そういうようなレンズを使ってですね、撮影の方をしているお方もいらっしゃいますので、そのレンズの役割とそのレンズを使いますとどのように撮れるのかというところをお話ししていこうかなというふうに思っているんですよね。じゃあまずですね、先にお話の方が出ました UV フィルターというものの、役割とどのように映るかというところをですね、お話ししてみたいと思います。まずですね、UV というのはご存知の方も多いと思いますけれども、紫外線ですよね。UV カットとかありますよね。で、紫外線をカットするフィルターなんですけれども、その紫外線をカットするとどのように映るかというとですね、遠くにですね、山ですとか
映っていたりとかいたしますと、今映ってるかな。ですね、緑がですね、青く、色がかぶってしまう場合があるんですよね。それは紫外線が原因なんですけれども、その紫外線を取り除くことによりまして、紫外線が原因による青みというのが取れるんですよね。なので、緑は緑というような感じで、遠くの山がなぜ青いというようなことを防ぐことができると。で、主にそういったような移りになるんですけれども、影響としてはですね、それだけなんですよね。なので、保護フィルターの方にも使えるなということで、私はレンズの保護フィルターが割れてしまったXTU Max Pro 用にですね、UV フィルターを保護フィルターの代わりとして使っていたりするんですよね。で、私は元ブログこのようにして行っておりますけれども、元ブログをされていらっしゃるお方の中でですね、ND フィルターというものを使っていらっしゃる方いるんですよね。で、その ND フィルターというのは何かと言いますと、簡単に言うとですね、サングラスでしょうかね。カメラのレンズの前にサングラスをつけまして、わざとに暗くするということなんですよね。で、なんでそんなことをするのかと言いますと、暗くすることによりまして、カメラのシャッタースピードが落ちるんですよね。で、シャッタースピードが落ちるとどうなるかと言いますと、周り、このようにですね、走っているときに、周りが映像が流れますけれども、そういった映像の流れがですね、より大きく流れるようになるんですよね。で、そうすることによって映像はですね、非常に滑らかになったりですとか、あとはスピード感、臨場感が得られるようになるんですよね。主に元ブログとして使う場合には、そういう効果を狙ってですね、つけられていらっしゃる方がいるということなんですが、これはですね、ちょっと注意点がありまして、ある程度カメラの設定といいますか、設定の役割を把握していないと、逆にですね、悪い結果になってしまうことがありますので、その点はちょっと注意が必要かなという気がしますね。簡単に言うとですね、暗くなりますとカメラって ISO 感度が上がるんですよね。元の明るさに戻そうとするんですけれども、ISO 感度を上げたことによる弊害といいますのは、映像が荒れますので、劣化しますので、あまりよろしくないんですよね。で、そういうこともあって、ISO 感度を固定したりですとか、もしくはですね、シャッタースピードを固定したりですとかするんですけれども、で、ただそれだけを行いますと、白飛びだったり黒つぶれだったりするものですから、ND フィルターにもですね、番号がありまして、4、8、16、32、64とかっていうような形であるんですけど、番号が大きくなればなるほどですね、暗いサングラスになると。そうすると単純に、映像がこう流れる範囲がですね大きくなるんですが、やりすぎますと今度は映像がブレブレになりますので、設定をですねある程度しっかりと行わないと狙ったような効果が得られませんので、その点が注意なんですよね。私はですね元ブログに
正直ND フィルターというのはつけることはないとは思うんですけれども、私がやらない理由といいますのは、手ブレ補正の方を優先しているからなんですよね。例えばこういう明るい時にはしっかりと手ブレ補正の方も効いてくれるんですけれども、ND フィルターをつけることによってですね、日中でもビブレが起きる場合があるんですよね。設定の方をしっかりしないと。そういうのがちょっと面倒かなということもありまして私はですね、行っていないんですけれども、要するにですね、ND フィルターを今までのことをまとめますと、映像の表現を変えるために利用するフィルターということでしょうかね。私の場合はですね、原チャリですから30キロで走っていたりとかいたしますと、やはりですね、映像は遅いといえば遅いんですよね。ただ GoPro ですとか DJI ですとかインスタ360ですとか、非常に広く撮れるカメラを使いますと、遅いバイクで走ってもですね、ある程度臨場感を得られるんですけれども、そういうこともありまして、私はですね、できるだけ広い画角で撮影ができるカメラが好みではあるんですよね。ですから、より映像を滑らかに、そしてですね、臨場感の方を出したいのであれば、ND フィルター、元ブログで使うのもありというふうに考えてはおりますね。さて、フィルターというとですね、もう一つ、有名どころといいますか、聞いたことがあるようなものといいますのは、PL フィルターというものになるんですけれども、その PL フィルターは何かと言いますと、単純に簡単にお話しいたしますと、反射する光をですね、ある程度コントロールすることができるんですよね。具体的に言いますと、例えばショーウィンドウの中のものを、写真もしくはこういったようなですね、動画で撮りたいとカメラを向けたらですね、周りの景色なんかがガラスに映り込んでしまってですね、中の方が全然撮れませんというようなことがあるかと思うんですよね。ショーウィンドウに限らずなんですけれども、要するにガラス越しで中を撮影何かしようとした時にですね、ガラスに反射してしまって中が撮れないと、見えないというような時に、PL フィルターを使いますと、中がですねきっちりと映ったりするんですよね。で、どのようにして映るかと言いますと、今まではですね、UV フィルターですとか ND フィルターというような、ただつけているだけで OK というようなものではなくてですね、実はその PL フィルターというのは前面がですね、リングがくるくると回るようになっているんですね。で、そのくるくる回すことによりまして、反射する光をですねコントロールするわけですね。で、くるくる回しているうちにですね、今までガラスに反射して中が見えなかったのが、反射が消えて中がしっかり見えるようになるという働きを得られるフィルターなんですよね。その他にはですね、こういうような、状態でPL フィルターなんかを使ってですね撮影をいたしますと、空中に舞っている粉塵ですとかって結構あるんですよね。そうするとですね、空の青い色ですとかというのはちょっと薄くなったりするんですけれども、そういう粉塵の、目にはほとんど見えないような、反射の光でしょうかね、そういうようなものを取り除くことによって青い空をより青く撮影したりすることもできますし、雲のモコモコをですねはっきり見えるようになったりですとか、
そういうような役割が果たしたりするんですけれども、ただ私が考えるにですね、元ブログにはあまり合わないフィルターだと思うんですよね。というのも、先ほどお話しいたしましたくるくると回して調整しなければならないものですから、向きがですね変わる元ブログですとかというのは、その度にですねくるくる回さなきゃならないんですよね。それがちょっと現実的には難しいということで、元ブログではちょっと使えないかなと。使うのであれば ND フィルターの方がまだ使いやすいかなと思うんですよね。ですからもし使うといたしますと、主に静止画の写真の方が多分使いやすいと思うんですよね。写真でしたらもう構図が決まっていて、それに合わせてPL フィルター合わせるだけで構わないので、動画のカメラで使うといたしますと、お散歩動画などでは使えるかもしれませんけれども、ほぼほぼこのような道をですね、まっすぐ歩いているですとかというのであればいいと思うんですけれども、こうやってですね向きを変えますと、フィルターの効果が下がるのは、それは100歩譲っていいんですけれども、ホワイトバランス崩れちゃうんですよね。それが一番いただけないので、元ブログですとこのようにですね顔を動かすたびにですねPL フィルターをそれに合わせて動かすというのは非常に現実的ではないですから、なのでお散歩動画でしたらそういうことも可能かなと思いますので、お散歩動画にはちょっと使えそうですね。あとはですね、使いどころといいますと、非常に綺麗な湖ですとかに、中の方透明度映したいなというような時に、水の中がですねやはり太陽の光に反射してしまって全然映らないというような時にもですね、しっかりと水の中取れたりとかいたしますし、水の中といってもですね、水の中に入れて使うのではなく、水の上からですね水の中を取るということのために使う時ですけれども、そういうような形で光をですねある程度コントロールできるというような感じでしょうかね。光といいますか反射の光ですね。とりあえずですね、UV フィルター、ND フィルター、PL フィルターという、使われることの多いフィルターの方のお話の方をしてまいりましたけれども、その他にもですねいろいろと、フィルターの方は出てはいるんですけれども、動画用として使えるというのは、ある程度条件の方が限られていたり環境が限られていたりいたしますので、主にですね動画の方でお役立ちになりそうな3種類のものを話してみました。ということで本日はこの辺で動画の方終了したいと思います。最後まで見ていただきましてありがとうございました。